一緒にいて安心するとか、それこそ素の自分でいられるとか、僕も人間って仕事の時も割と素ですけど、着飾らなくていいみたいな、こういうのは結構大事なのかなと。はい、本日の動画なんですけども、秘訣は妻にあり、成功する社長の共通点というところで、これから20代ですとか30代でパートナーですね、を選びたい結婚相手を探している社会人の方に向けて、本社長が大事にしている関係性の構築であったりとか、パートナー選びの重要度ですね、そういったところをちょっと教えていただければと思います。はい、初めに言うと僕は妻に恵まれているので、もう結婚してちょうど今年20年になりまして、円満に続いているので、とても感謝してるんですけど、その円満の秘訣っていうのはどういったところでしょうか？そうですね、いっぱいありますけど、やっぱり一つは、感謝っていうのはお互いに多分常にあることで、そこから元に、敬意というかリスペクトもお互いある、なので信頼もお互いしていると、いうことだと思うんですけど、ちなみに感謝っていうのは言葉で伝えてるんですか？それとも例えば行動を起こしたりとかっていうことで伝えていらっしゃるんですか？僕あんまり結構シャイな方なんで、あんまり言わないというか、ありがとうって口にすることは多いけど少ないですね。多いけどっていうのは、常日頃、例えば夜遅く帰ってご飯用意してくれたらありがとうとか、そういう細かいありがとうはたくさん言いますと。だけど本当に面と向かってすごい真面目に、いつもありがとうねみたいなのはやっぱなかなか言わないじゃないですか。照れくさいですね。そうですね。でもやっぱり僕というか妻がやっぱすごいなと思うのは、ちゃんと断るごとに、節目だったりとか、何か機会があった時に逆に言ってくれますよね。奥様に。はい。そういった意味では、こちらも感謝されると、いやそんなことない、こっちこそありがとうねと、いう話にはなったりするんで、そんな頻繁ではないですけど、何か機会があった時とか、締める時とかは、ありがとうっていう話にはお互い結局なるんですよね。自然な形で感謝を言い合える。だから一番は表現も大事だと思うんですけど、ちゃんとその感謝の気持ちの根本を持ってるかどうかだと思うんで、ここは妻も、私も多分持ってるので、自然とやっぱそういう言動行動には現れやすいんじゃないかなと思うんですよね。形上だけありがとうって僕毎日言ってるんですけど、なかなか円満になりませんし、いやそれはそういう問題じゃないんじゃないのとやっぱ思いますよね。はい。まず最初に20年のご結婚された20年だったとしてるんですけど、多分その20年の中で少しずつ築かれていく関係性があると思うんですが、出会った当初からもうそういう風な感じだったんです。感謝をお互いに言い合える関係性ではあったんですか？でも根本そうだと思うんですよね。僕はもう結構ストレスなんで、そういう意味では若い時から20歳の時でも仕事もずっとしてましたし、いろいろ自分で管理者もやってたんで、精神年齢的には多分30超えてたと思うんですよ。普通の人が働き出してとか繁殖ついてとかって経験からすると、ある意味言い方悪いんですけど、異性として別に興味がなかったらそもそも近づきもしない。仕事としてのとか従業員とかの関係性ではありますけど、異性として例えば付き合うとか、奥さんが彼女とか、妻とかってなるんであれば、逆に言うとそこに当たらない人にはあんまり言い方悪いんですけど、近づいていかないというか、必要以上の別に何かコミュニケーションがあまりあるわけじゃないので、そういうのは多分もうある前提で仲良くなっていったとは思うんですけど、それを言葉に表していくと、言い方がすごい雑なんですけど、面倒くさくないです。逆に言うといて楽。そうですね。だから見た目とかとにかく外見にこだわることはなくて、やっぱり中身ってじゃあ何かっていうと、雰囲気とか所作とか言動にやっぱ現れると思っていて、そういった意味でやっぱり面倒くさくないとか、一緒にいて安心するとか、それこそ素の自分でいられるとか、僕も人間仕事の時も割と素ですけど、着飾らなくていい、こういうのは結構大事なのかなと。じゃあ一緒にいて、例えば彼女からこの次いつ会えるのとか、よく世の男性が言われる仕事と私とどっちが大事なのみたいな、そういうことを言うような方ではなかったから、森社長も一緒にいて楽であったりとか、煩わしくない。そうですね。キャッチーだな。僕ね、もう従業員に言ってるんですけど、私と仕事がどっちが大事なのっていう女とは絶対につけないんですよ。絶対につけない。それはなぜでしょうか？それはですよ、妻とか好きな人は大事ですよ。もちろん極論妻の方が大事ですよ。ですけど、大事なものってやっぱ世の中全部そうだと思うんですけど、最も大事なものがあったとしても、大事なものは一つじゃないじゃないですか。例えば仕事においても、やりがいと、例えばお金と、社会みたいな、文化と経済性と社会性みたいな、やっぱ全部必要なんですよね。で、何を言ってるかって言ったら、文化だけだと自分たちが成し遂げたい世界観を追ってるだ
だけだから、お金もなければ社会から受け入れられてない。で、今度、文化と経済性だけでも、結局その社会に必要とされてなきゃダメだし、そういうふうにやっぱバランスってあると思うんですよ。だから妻が大事だからこそ、やっぱちゃんと仕事を頑張って、お金も稼いだり、いろんなその経験も共有しながら、共にやっぱ成長していくみたいなのって必要じゃないですか。にもかかわらずそれを、どっちって言ってくるのって、もうすごいナンセンスだと思っていて、だからそういう人とは絶対に付き合わないんですよね。やっぱり言うっていうことは、ナンセンスだっていうこともそうですし、究極自分のことしか考えてないじゃんって思うんですよ、相手が。だって僕からしたら、それはあなたも大事ですけど、それを養うために仕事も大事であって、長い将来考えたら、今のこの仕事でキャリア積むこととか、そういうことも必要だったりするわけじゃないですか。長い将来だって幸せにしないといけない。そうですね。でも、今と自分っていうキーワードがやっぱ強いと、そういう多分文言が出ると思うんですよね。だから今が大事。もちろん今大事ですけど、将来も大事じゃないですか。とにかく今大事が強いことを、私が大事。これを主張してるに過ぎないんで、だとすると裏を返すと、逆に本当にそれって好きですかって解いた方がいいんじゃないのってやっぱいつも思うんですよ。申し訳ないですけど、妻とか彼女の都合で職を変える男性って結構いて、そうせざるを得ない場合とかもないことはないんですけど、それだけの理由でもし職を変える人はなかなかやばいですよね。世の男性は彼女であったり奥様から私と仕事どっちが大事っていうふうに言われたらちょっと気をつけた方がいい。どうか編集してもらうかですけど、気をつけたら論外ですね。論外ですね。だから見つける前だったらそういう人はあまり選ばない方がいいよと言ってますし、もし例えばじゃあ付き合ってる途中にそういう会話があるんだったらそれはちゃんと話さなきゃいけないし、価値観みたいなのは話し合ってやっぱりいかなきゃいけないし、男性側からしてもそれを言われて彼女であったり奥さんのために職を変えたりとか自分のライフスタイルを変えてしまうということはある種男性側の主体性が全くない状態にあるので、仕事においても同じような形であまり主体性を持って臨めない方も多いかもしれないので、ちょっとそういったところでは結構影響はされるのかなって本日社長がおっしゃったように、その将来を考えても今何するべきか、奥さんの方が大事だし、彼のパートナーが大事だから仕事を頑張るというふうに思えるかどうかっていうのも結構これ男性側のその主体性の部分でもあるのかな。双方幸せになるのが幸せじゃないですかと僕は思うんですよ。ウィンウィンじゃないですか。だから男性が例えばキャリアとかいろいろ考えた時に、例えばじゃあですけど、僕の夢は消防士でしたと。消防士になりましたと。一生懸命働いています。やりがいも感じてるし、趣味によって悪いわけじゃないし、やりがいもあると。彼女できましたと。彼女が土日休みでしたと。でも消防士って多分関係ないですよね。なんなら緊急出動とか多分あると思うんで、じゃあ彼女が私休み土日なんだからあなたと毎週デートしたいのにあなた消防士だからデートできないじゃないと。でだから消防士やめて、私と仕事どっち大事なの？さっきもそうだよね。彼氏は大好きだから消防士辞めました。土日祝日休みの仕事に就きました。でもこれってもうキャリアもクソもないじゃないですかって僕は思うんですね。もちろん土日祝日休めれば休みたい希望はあったとしてもキャリアのことは何も考えてないじゃないですか。で男性はこの彼女のためにじゃあ職変えたんですけど、極端な話ですよ。別れたらどうします？いや消防士に出戻りするから出戻りできるかもしれないですけど、キャリア形成で言ったら全く無理ですよね、この期間。って考えると相手がやっぱ相手のことを、彼女がその彼氏のことをすごく思ってるんだったらこっちのキャリア形成とかも気を配るべきだったと思うし、そこに対して私と仕事がどっちが大事なのっていうのはもうナンセンスですよ。だから女性側にも言ってますよ、社員の女性とかね。私と仕事がどっちが大事なのみたいなくだらない人は絶対するんだよと。結論、いい男を絶対に使わないな。それで変えてくれる、分かったお前は大好きだから仕事変えるよなんていう男は言い方ないんですけど、ろくでないから、多分大体将来成功しないから、こういう発言しない方がいいよって言ってます。どっちが大事な基準がちょっと違う。両方大事なんで。それはもっともって言われたらあなたですけど、相手を困らすような質問をしちゃいけない。本社長の奥様もまさにそういう質問を一切せずに支えてくださって。そうですね。本当ありがたいことに、昔僕が言ったのは、はっきり言って土日を休みで毎日は夜例えば6時とかに帰ってきて夕飯も一緒に食べて土日も毎週遊んであげてと、これを必ずやっていれば子供がその将来、社会に必要とされる、自律的に素晴らしい人材に育つんだったらやりますと。でも世の中見たらそんなこと一切ないと。なので僕は背中で見せますと。一生懸命生きて一生懸命仕事して生き生きとしてちゃんと
子供たちの選択肢を狭めたくないから、大学別に行けとは言わないけど、行きたいって言った時にいいよとお金出してあげられるように、俺は頑張って稼ぐんだと。そのうちに仕事としてもやりたいことがちゃんと明確になって、俺はこれやっていきたいから、そういう姿をちゃんと子供に見せる方が、よっぽど子供は立派に育つと思うんで、あんまりそういう土日がどうのこうのとか、夜がどうのこうのとかって、言わないでもらってとは言わないです。妻も分かってるんで、みたいな感じで終わりですよ。それはあれですか、子供さんがもうお一人目が生まれた当初からずっとそんな感じ？そうですね。はい、でも僕出会った時も付き合いだした時もそういう生活だったらもっと今よりでも時間なかったので、現場にも出なきゃいけないし、そうですね、だから好きだし付き合うけど、でもこの仕事の環境はこれ僕にとってはマストだったので、そこでどっちとかっていう議論にすらならないですよね。奥様もね、そういう面で言うと、門司社長が時間があるときは、ね、土日とかお休みのときに、子供さんの野球に付き合ったりとか、っていう、視線を見てる上で、その仕事に集中できるっていうサポートを、してくださってるのかなっていうのも、すごく感じるところがあるんですけども、ちょっとちなみになんですが、一点聞きたいことがあって、門司社長はもう、かなりお若いうちに、今のパートナーとご結婚されてると思うんですけども、若いうちに結婚しておいて、会社経営する上でもそうですし、お仕事をする上で良かったなと思うのがありましたか？子供からしたらやっぱりパパとママが若いってメリットっちゃメリットですよね。もう僕もあと10年したら、もう下の子もそれこそ大学生ぐらいの年になるので、一番要は何て言うんですかね、仕事としても脂が乗ってるような時期に子育て終わるので、お金の面とかいいのかなと思いますけどね。だから若いパパママだっていうことと、お金の負担とか考えると良かったなと思うぐらいですかね。結構じゃあ若いうちに子育てが終えられるというか、またそれで自分たちの時間に使うことができるようになるかなっていう希望が今ある。でもずっと仕事をしますけど、自分たちの時間というよりかは、子供がいていいこともめちゃめちゃやっぱいっぱいあるんで、シンプルにだから若いパパママだと子供から見ていいと思うのと、割と距離感も多分若干近いんじゃないかなと思ってて、年齢が離れてるよりも、そうですね、お金の負担が先に来るんで、そんなに心配することないと。僕はおじいちゃんになって、ちょっとお金に困ったら子供にいるんで稼いでもらおうかな。なるほど、そういう算段もつつ。なんでやっぱりこれ言い方、どうしようかな。こんな言い方したらあれですけど、従業員の採用と育成と一緒なんですよね。従業員も僕にとって大事で、ちょっとあれですけど、やっぱ採用で失敗したことも、育成で失敗したこともたくさんあって、でも反面うまくいったこともいっぱいあって、こういうのを別に妻とか子供に置き換えてやってるのが基本で、言い方ですけど、異性の採用をなるべく間違えちゃいけないんで、成功確率高いように人事の目線というか、そういうところでやっぱ採用と、あとはやっぱ育成、育成っていうとおこがましいですけど、上下とかじゃなくて、お互いそうだと思うんですけど、パートナーの育成で、もっと言うと共に成長する、こういう相手だったら絶対いいと思うんで、社員に言ってるんですけどね、採用育成を、人事ももちろんかもしれないですけど、やっぱある程度管理者とかも自分のところの採用とか育成とか共に成長するみたいなワードをちゃんと仕事で学んで、パートナー選びを失敗しないようにしましょうって。仕事でのその人との付き合い方っていうものが、プライベートでの人との付き合い方だったり、どういう人と関係性を作っていくかっていうところでもすごく影響もしてきますし、逆にプライベートでもそういったものっていうのが仕事にもやっぱり影響はしてくると思いますので、そういうところを本社長は大事にされていました。今日もご視聴ありがとうございます。この YouTube チャンネルでは、現場の様子、対談、イベントなど様々な情報を発信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。また、この動画もいいねをぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。